皆さんごきげんよう、上川薫です。今回お届けするのは YouTube ライブ生放送回です。動画の時は一つの動画につき1テーマということに絞っているのですが、生放送においては様々な話題を取り扱っていきます。まずは私からニュースがこんなものがありますよといった話をしていくのですが、同時に皆さんからの話題も募集しています。YouTube のコミュニティ欄に募集欄というものを設けていますので、生放送で取り上げてほしいなという話題やテーマについては、ぜひとも皆さんも書き込んでいってください。また、放送中にどんどん書き込んでもらっても、それは問題ありません。最新のものから見るという時もありますし、評価順という具合にして並べ直して、その上位から見ていくということもあります。その時の気分によって結構変わりますので、お気軽にどうぞ書き込んでいってください。ただ、一つ注意点があります。動画と違って生放送の場合は皆さんとの対話を重視している面があるために、動画のように情報だけをギュギュッと詰めたというものとは少し雰囲気が違います。ですから私自身も結構のんびりと話題を展開していくこともありますので、そうした雰囲気が苦手だなと思う方は、そもそも動画とは違うものだというふうに受け止めてくれると嬉しいです。それではこれより本放送を開始します。ぜひとも最後までご一緒ください。それではスタート。皆さんごきげんよう、上川薫です。2022年8月24日、水曜日の生放送を行っていこうと思います。なお、ここ最近ではもう曜日にこだわらなくてもいいかななんていう感じもしておりまして、水曜日の夜でも生放送を行うよという感じでございます。それと、ライブ、生放送を行いますよっていうのも、事前に告知っていうのはほとんどしてなくって、今だと30分ぐらい前に、Twitter で書き込みをして、YouTube のコミュニティの方にもそのぐらいほぼ同時に、書き込みしてもらえたらその話題について話します可能性が高いですよみたいな書き込みをいたしました。なので、なかなか事前の書き込みというのはちょっと集まらないかと思います。あと参加者について言っても、参加というか、するのはちょっと難しいかなっていう人は多いかと思います。事前にいつ始まるか全くわからないやつですからね。なので今日たまたま見られたという方は、ちょうど良かった、運が良かったぐらいな感じで思ってもらえればいいかなと思います。というわけで、モノミンタさん、としくんさん、伊藤家マコピーさん、カナムさん、としくんさん、水来町さん、カナムさん、しのまさん、このタイミングよくっていう感じでお越しくださいましてありがとうございます。座敷われさん、こんばんは。としくん、ちょいくるくるっていうことですけど。特には何か激しい動画を流してるわけではないので、通信環境でしょうかね。くるくるくるのは。よっと。というわけで、本日は、基本的には、ウクライナの話でも全般ずっとお話をしていって、それ以外の話も少しはしようみたいな感じですね。このあたりはここ最近の私のチャンネルの、傾向ではあるんですけれども、ウクライナについての関心がものすごく私の中では高いので、その話ばっかりになっております。ただ、日本国内を見ると、今は新型コロナと、あと、統一教会の話、こちらの方がほぼほぼメインになっているので、私の方の関心を持っていることっていうのが、みんなから見ると、なんか随分違うところ走ってるなっていうような感じで思うかもしれません。なので、一応国内ネタとしては、この統一教会の話と、あと、岸田首相今、リモートワークで、いろいろ指示をしているようなんですが、その中で、検討しますと、様々なところで、ありとあらゆる課題に対して、検討しますを連発しているんですけれども、これも検討指示というニュースではあるんですけれども、これが良い方向に転んでくれたら嬉しいなと思うのが、原発の増設に関して、検討しようという話が出ております。岸田首相のこの検討っていう言葉に対しては、世間からの評判で、これはやめといた方がいいかなって思ったら多分その検討した結果としてやらないとかあると思うんですけれども、少なくとも検討しないと検討するでは検討するの方が、基本的には良いことであることは間違いないので、ちょっとこのあたりもお話ししていこうかなと思います。さて、というわけで本日、8月24日はウクライナにとっての独立記念日です。
それと同時に、ちょうどというのもちょっと変な話ではあるんですけれども、ロシアがウクライナに本格的な侵略を始めてからも、これが半年6ヶ月経ったわけです。この6ヶ月の間ですね、基本的にはウクライナっていうのは侵略されてる側なので、常にロシア軍に領土を占領された状態での戦いがずっと続いております。そういった意味で、この戦いに勝つっていうのは現在のウクライナ領内にロシア軍が全面撤退するっていうのが一番最高の終わり方と。ただそこまで行くまでに、ものすごい長い道のりが待っているだろうっていう感じですよね。何しろここ最近の戦線の動きっていうのは、日々の動きを追っていても、ほとんど動きはないと言ってもいいかなっていう感じですね。今画面に映ってるのは、戦争研究所の発表している戦況レポートに基づくロシア軍の占領地域、こちら赤で示されている部分がロシア軍の占領地域ですよということで、これが日々どんどん大きく変わるような状況だと、これはどちらかが極端に優勢になって、どんどん侵略が進んでいるんだな、もしくは押し返しているんだなっていうのがわかるわけですけれども、多分1日2日だとこの変化にほぼ気づかないレベルでしか動いてません。これが数ヶ月単位で見た場合では、この首都キーウの周辺に最初の頃はかなりのロシア軍の占領地域が広がっていたので、これはものすごい大変だなっていう事態だったんですけれども、でも結局それはロシア軍にとっては大失敗に終わったんですよね。いろんなところが東部を攻め入ったことによって兵站が崩壊して、結局前線で戦力がうまく機能しなくなったんですよね。そのためにウクライナ側の反撃っていうのがもうめちゃくちゃ、激しい被害を出すようになって、このままじゃダメだと。さすがにロシア側も気づいて、首都周辺での撤退を決めたという感じで、その後はもう東部と南部での戦いですからね。さて、というわけで、この半年が経ちまして、ウクライナのゼレンスキー大統領は独立記念日の動画演説を発表しております。ロシアの侵攻に対し最後まで戦い、いかなる情報も妥協もしないと表明した。で、ここ半年経ってこの表明をしたっていうこの文章なんですけれども、ここまでの間にゼレンスキー大統領は戦況に合わせてある程度発言っていうのを変えてきました。例えばですね、この戦いを終わらせるにはどんな目処があるのかっていう質問をされたときに、本格的な侵略が始まった2月24日を一つの起点として、そこまで戻すっていうのを最初の目標として掲げていました。でも現在ではそこをさらに超えてですね、いかなる情報も妥協もしないと。で、プラスアルファもう一言言えば、クリミア半島でこの戦いは始まったんだから、クリミア半島でこの戦いは終えるべきだという話をしています。これは現在の戦争が2月24日からの本格的な侵攻ではなくって、2014年のクリミア半島をロシアが無理やり併合した、その時まで戻るべきだという考え方なんですよね。で、そういった発言っていうのは基本的には少しずつ戦いの中で条件を高くしているわけです。で、ゼレンスキー大統領がそういうふうに言い始めたっていうのは先ほども述べたように、ロシア軍の進行スピードが明らかに落ちてきたという、このことからもわかるように、ロシア軍がどんどんと強くなっていくではなくって、だんだんと力が弱まってきているなっていうのをある程度考えているからこそ、クリミア半島で戦いは終えるべきだというところまで発言が変わってきたんだと思います。さて、そんなウクライナの現在首都キーウではですね、ウクライナ軍が撃破したロシア軍戦車、軍用車などが、軍事パレードの代わりとして、いろんなところに、通りに置かれてるんですね。で、それを一般市民の人たちが、こういう風にしてウクライナ軍が撃破したんだ、みたいなものを見て、この戦争っていうのをね、改めて振り返ってね、という話になっております。
本来であれば独立記念日なので、平和な状態であればここにはウクライナ軍の戦車とかが、いわば軍事パレードを行って、指揮高揚するなんていうことができたわけですけど、現在は戦線にみんな張り付いているので、とてもじゃないけど軍事パレードができる状態ではないという状態なんですよね。だからこそこうやってロシア軍の戦車などを置いて代わりにしているわけです。ちなみにこの独立記念日に合わせてロシア軍が大規模な攻撃をしてくるんじゃないかという話もあるので、あんまり首都にみんな来ないでねっていう、外出もあんまりしないでねっていう話ではあったんですけれども、みんな、見に来てますね、かなり。一応映像を見る限りでは。で、夜になってもみんなこの場所から離れなくてですね、独立記念日だということもあって、みんなで集まって、国歌をみんなで歌っているなんていう動画も上がっております。このあたりは、国家が何か主催して行う行事ではないんですけれども、自然とみんながここが集まる場所となって、それで、行事がないんだったらもう自分たちで盛り上がるっていう、そういった状況になっていたみたいですね。この後、日が経ってというか、一夜明けた現在では、日中は、一応空襲警報も鳴ったりして、あんまり人はいなくなったよという話でしたね。さて、そんな、ウクライナ独立記念日なわけですけれども、それと同じく、ロシアへの批判っていうのも行っております。一般市民に対する攻撃が行われているっていうのは、ほぼ日常化していて、毎日のようにそれを非難するっていうことが、繰り返されているわけです。で、こういった批判が繰り返されるっていうのは残念ながら日常風景になってしまうと、ニュースとしてもなかなか取り上げられることがなくなってくるんですよね。ひどい話ではあるんですけれども、悲劇が一回起これば、それは大きく取り上げる大きな問題なんですけど、毎日繰り返されると、それに対してみんなが麻痺してしまうんですよね。これはニュースを伝える側も受け取る側も。その中の一つのニュースです。ロシアが連れ去った子供たち、養子にウクライナが批判。ウクライナ政府はロシアは国内に連れ去った多数のウクライナの子供を国際法に違反して養子にしていると非難した。これはロシア軍の占領した地域において、父親、母親とか、そういった親の世代の人たちが、戦争でそもそも亡くなっていたり、もしくは、なんていうかな、亡くなっていないんだけれども子供と引き離された状態になって、子供だけロシア側が連れ去るっていうことが起きているそうです。で、連れ去った子供たちっていうのが、親がいようといまいが関係なく、もう連れ去った子供はもうロシア側の子供として養子縁組に出して、もう違う人生を歩ませようということを実際に行われているということを批判しているわけですね。だから占領地域においては子供を奪われた親たちも残っている状態ですし、そういった人たちが例えばロシアに対して反抗的な態度を取ると、反プーチン派とか反ロシア派住民として拘束されて、その後国外、ウクライナ国外のロシア領内の収容所に閉じ込められてしまうというようなことがあるんですよね。このことに関してはウクライナ批判しているし、国際的な人権団体などもこれも同じく批判しております。カナムさんコミュニティに書き込んだのでということなので、後でちょっと見ますね。というわけで、実際日々一般市民が亡くなっている状態にプラスアルファとしてそうした行為が行われているそうです。で、ロシアの占領地域においてはそうした元々の住民に対する弾圧的な行動っていうのが行われているんですけれども、同時にプロパガンダとしての新しい街の再開発計画なんかも進んでいるそうです。その中で一番有名なのはマリウポリって言って、激しい抵抗をしていた町があるんですけど、そこの町に再開発を行って、ものすごく小綺麗な集合住宅を作ると。で、ロシア軍が占領して解放したんだよという前提なので、そこの町でロシアの支配を正当化する、すごく良くなったというのを形だけ作ろうとしているという話があるんですよね。このあたりもちょっと恐ろしいところであります。ポチッと。
よいしょ。はい、カナブさんだ。いわゆる国内の話ですね。新型コロナ。少し後の方にしますね。さて、ウクライナがこのようにして、少しずつ終戦の条件を2月24日まで戻すんだから、さらにはクリミア半島の解放までっていうところまで、少し条件を上にと持ってきた理由っていうのは、アメリカの支援というのが一番大きいですよというのが私の見方です。アメリカはウクライナに大規模軍事支援へ侵攻半年、バイデン政権はロシアによる侵略を受けるウクライナに30億ドル、約4100億円規模の追加軍事支援策を実施する。侵攻開始から半年となる24日にも発表すると AP 通信などが報じた。ということで、この4100億円規模の軍事支援っていうのは、まあ前回だったかな。ちょっと動画を作った時に第19弾の、軍事支援パッケージについて説明したんですけれども、確か単体の軍事支援としては、この4100億円というのは過去最大規模だったと思います。まあそれだけの内容を持ってきたっていうことは、ある程度ウクライナ側と事前のすり合わせがあるはずなので、アメリカっていうのはこれからもまだまだ支援してくれるんだなっていう手応えをウクライナ側が感じていて、まあだからこそまだまだ戦えるっていう気持ちを新たにしているんだと思いますね。ただ、この軍事支援の内容についてはまだ発表されていないはずなので、改めて発表されたらその内容についてのコメントもしようと思っております。で、今回の大規模支援でウクライナを支えるアメリカの意思を誇示するとともに、同国軍の中長期的な防衛体制を構築し、ロシアへの抗戦をサポートする。報道によると、同支援策では、ウクライナ軍への訓練や戦場ですぐ使うことを想定しない無人偵察機や他の装備を提供する。これまでは米軍が保有する武器を素早く供与する形だったが、今回は防衛企業との契約を通して提供することを想定している。ロシアの侵攻後、アメリカが1回に発表する軍事支援としては最大とみられる。支援内容は最終調整で変わる可能性があるとしているという記事でした。まあ実際のところですね、今までのアメリカがウクライナに渡している兵器っていうのは、まず米軍が持ってますよっていうものから、よし、そのリストの中からこれを渡そうっていう形で、基本的にはそうやって供与が行われてきました。これは何を意味しているかっていうと、メーカー側に特に何かを発注しているわけではないよっていう話なんですよね。ただ、対戦車ミサイルのジャベリンのように、米軍の在庫がどんどんと減っていくと、それを補充しようっていう形で新規の発注がかけられて、新しく作られたものは補充に回ってくる。そして在庫、すでに持っているものについてはウクライナに渡っていくっていう、こういった流れはありますね。ただ、榴弾砲なんかはもう、だんだんと減らしてもいいんじゃないかっていう話がアメリカ国内でもあったので、おそらくは補充しないんじゃないかなと言われてますね。さて、アメリカの影に隠れる形で、そしてヨーロッパの経済大国でありながら全然ウクライナに対する支援が少ないんじゃないのと、常に批判されるドイツなんですけれども、アメリカと時を同じくして軍事支援の発表をしました。ドイツで680億円武器供与へ必要とする限り支援。ドイツのショルツ首相はウクライナへの追加軍事支援として最新鋭の防空システムやミサイルランチャーなどを供与すると明らかにした。ドイツメディアが報じた。日本円で約680億円以上の規模になるという。ショルツ氏は2014年にロシアに併合されたウクライナ南部クリミア半島の返還を目指す国際枠組み、クリミアプラットフォームの首脳会合で発表した。ウクライナが支援を必要とする限り、ドイツはそばにいると述べた。政府報道官によると3つの防空システムや20のミサイルランチャーなどで、主に23年に引き渡される。ドイツはこれまでにゲパルト対空戦車や多連装ロケットシステムなどを供与。ただ、ウクライナ側から武器提供に消極的だと批判されていたということですね。さて、アメリカの軍事支援の後にドイツの軍事支援の話を持ってきたんですけれども、まず
規模から言って、アメリカは1回の軍事支援で4100億円、ドイツは680億円と、どうしても見劣りがするっていうのもあるんですけれども、問題は金額じゃなくてですね、その軍事支援の内容が一体いつ届くものなのかっていうのがちょっとアメリカとの大きな違いですよね。例えばアメリカの軍事支援パッケージとして発表されるものっていうのは毎回のように、例えばハイマース用のロケット弾を補充しますよであるとか、砲弾いっぱい使ったから砲弾何万発みたいなのを必ず入れ込んでくるんですね。つまり今必要なものをすぐ送るよみたいなものがまず最初にあって、その上に新たな兵器っていう形で提供するときにリストを発表するんですけれども、今回のドイツの発表っていうのはですね、ほぼほぼ今のものではなくって、これから用意して訓練して渡すっていう、そうしたスケジュールを組んでいくと、もう今年には間に合いませんよっていうものが主体なんですよね。確かに軍事供与するのは間違いないんだけれども、今年間に合わないのかって思うと、ちょっと、さすがドイツだなっていう。すぐ使うものっていうのは同時にすぐ消費されるので、もう次を早くってなるわけですけれども、ドイツのこうした、来年引き渡しできるよみたいなものを、挙げられると、それまでの間、もうちょっと早くならんのみたいな感じで、思うんですけど、でも、ドイツにしてみたら、いやいや、うちは武器供与こんなにしてるんですよっていう、言い訳が立つというか、なんとかそういう駆け引きをさせられている気分になりますよね。まだ8月24日で、今年にまだ9月、10月、11月、12月とあるのに、その間届かないのって思うと、ちょっと、武器支援っていう意味では、きついなーっていうのを思いますよね。ファットマン153、コメントありがとうございます。ドイツは最近まで軍縮してなかったっけっていうことですけど、まさにその通りですね。ドイツはメルケル政権下においては、基本的には軍縮が進んできました。で、なんでドイツが軍縮をしてきたかっていうと、まずメルケル政権の考え方としては、周辺国が全部 NATO 加盟国かそれに準じるような国々なので、ほぼドイツがどこかの国と戦争するっていうことは考えられないと。そうなると、軍事予算って何のためにあるのという考え方なんですよね。つまり、軍事予算っていうのはいらない予算だっていうのが、メルケル首相の考え方でした。そういった関係もあって、軍縮っていうのを進めてきました。メルケル政権としてはですね、NATO の即応部隊に加わるような、いわゆるどうしても外せない部分についてはお金を出すんだけれども、もうドイツ連邦軍としての兵力っていうのはほぼなくてもいいかなぐらいに思ってたみたいなんですよね。もちろんそう思ってたとしてもいきなり全廃するとかそういったわけではないんですけれども、でも、整備費の足りない戦車や整備費の足りない戦闘機っていうのがどんどん使えなくなってくるんですよね。物はあるんだけど整備費がないから、例えばこのままだとパイロットの訓練時間が足りなくなるかもしれない。でも戦闘機の方の整備費が足りないから動かすことができないみたいな感じで、ものすごいジレンマに陥ってたみたいですね。だから軍の方としては予算いっぱいつけてっていうよりも、維持できるだけの最低限のお金だけでも回してよっていう要求をするんだけれども、それは政権としてはお断りという感じで、かなり消極的な、ずっとそれがメルケル政権、長期政権でしたからね。長い間ドイツ軍は錆びていくっていう感じになっていたと。で、ロシアによるウクライナ侵略によってドイツのその方針というのは真逆の方向へと一応動きました。全く錆びついた軍隊で全然動けないじゃないかっていう状態だったので、もう一回、整備し直そう、予算もつけましょうっていうことになって、動き出したところです。そういったこともあって、ドイツっていうのは渡す兵器についていっても整備不足だしっていうのがちょっとあるんですよね。かなりこのあたりは、周りの国っていうか、自分の国はもう戦争と関わらないっていうちょっと思い込みみたいなものが働きすぎた感じですよね。ただここにはメルケル政権、特にメルケル首相がプーチン大統領とかなり個人的に親密に関係を築いていて、ドイツはロシアから大量の天然ガスを購入していました。これはもう
ロシアはそんな悪さをしないだろうという前提のもとにしてきた政策なんですよね。まあだからこそ、今回のようにロシアが本格的な侵攻して国家間戦争まで起こすっていうのは、まあメルケル政権としては全くの想定外だったわけですね。そして想定外のまま自分たちは政権から去り、その後のショルツ政権になったんだけども、これに対応するのがちょっと無理だっていうところですよね。で、ニューズウィークにはこのドイツの軍事支援、対空ミサイル網とかは、ほぼほぼ今年中には入らないだろう。今年中にはっていうか、ウクライナに渡すことは不可能だろうっていうのを、ちょっと批判的な記事なんか上がっております。それとですね、アメリカが軍事的な支援を行いますよっていうものの中にはですね、最新鋭のものが入ってくるんじゃないかと噂されているものがあります。アメリカの提供しているものっていうのは基本的にはこれまで在庫として持っているものっていうのが主体ですっていう話をしました。だからこそ実はそんな最新鋭のものってないんですよね。でも、これだけはちょっと違うんだろうって言われているのが、フェニックスゴーストと呼ばれるドローンなんかは、新規開発したものをウクライナに提供したと言われていて、で、今回4100億円の軍事支援の中に入ってくるだろうと言われているのが、こちらも新規開発もしくは、基本的には、登場して間もなくのドローン、こちらの方を入れてくるんじゃないかなと言われております。これはイギリス海軍の作っているヴァンパイアドローンと呼ばれるもので、これはイギリスとのある程度の話し合いをもとにして、こちらの方を提供するかもなと言われています。実際提供するかどうかはわからないんですけれども、そのような噂が立っているというのはちょっと注目すべきポイントかなと思いますね。さて、ここまでの軍事支援の話は、それぞれの国単位でした。アメリカが支援しますよ、ドイツが支援しますよっていう話をしたんですけれども、EU っていうのは基本的には経済同盟なんですけれども、経済同盟ではあるけれども、軍事的な支援も行いますよというのが出てきております。これまで経済支援を中心にして EU としても行ってきたんですが、大規模な訓練をこれからはやっていこうというのを一つ、考えているそうです。EU の外相にあたる外交安全保障上級代表は、EU がウクライナ近隣諸国で同国軍の大規模な訓練を実施する案を協議する予定だと発表した。で、これはですね、これまでウクライナ軍の訓練っていうのは主にポーランドかもしくはイギリスで行ってきました。ポーランドは当然のようにウクライナのお隣の国ということもあって、非常に近い関係があります。で、プラスアルファ、EU からは外れたイギリスなんですけれども、もうすでに辞めるよっていうのが決まっているジョンソン首相なんですけれども、ジョンソン首相の時代に、ウクライナ支援というのはかなり強烈にやってきたので、例えば今、ウクライナに、送り込もうとしている1万人規模の兵士についてイギリスで約5カ国で訓練を行っているという話があります。これはイギリスだけではなくって、スウェーデンであるとかデンマークであるとか他の国からも訓練教官がいっぱいやってきて、で、1万人の兵士に対して訓練を行っているということなので。で、結局のところウクライナは戦場になっている関係で安全に訓練することができないんですよね。そもそも兵士が足りないっていう気持ちはずっと強くありますから、もう少々の訓練がもう1ヶ月2ヶ月っていうような時間も惜しいという感じになっちゃってるんですよね。そのため、兵士を募集します。はい、見つかりましたってなったら、訓練してないけどいいんですか？とにかく来いみたいな形で全然送り込まれるっていうことあるそうですね。このあたりはウクライナの人たちにとっても、戦う気持ちはあるから、兵士として志願する人もいるんだけど、でも訓練もせずに送り出すなよっていうのは、ここはかなり不満なそうです。それは当たり前な話ですよね。私だって戦いっていうことになって、いや、どういう風になるかわからんけど、例えばドローンの操作だったら頑張れるかもしれないと思って軍隊の募集に出かけたら、ドローンはもう埋まってるんだからお前は
前線に行ってこいって言われて塹壕に閉じ込められたら、ほぼほぼまともな仕事はできないだろう、みたいなことにはなりますからね。なので、イギリスで訓練を行った上で、その中で適性を確かめた上で、例えばこの人は砲兵の方で、この人はスナイパーの特性に合ってるかもとか、そういうのをある程度見極めた上で訓練を行ってウクライナの方と連絡を取り合った上で、配属先にかなり影響をしてくれたら、これはまたいい結果になるだろうと。で、それに加えて EU も訓練に加わるというのであれば、なるべく基礎的な訓練が行った兵士っていうのが、前線に出てきた方が、かなり前線での戦い方が良くなるだろうと思いますね。さて、ここ最近の動きで、先ほどもドイツが軍事支援を発表した時っていうのは、このクリミアプラットフォームという、首脳会合が行われたんですけども、このクリミアプラットフォームという首脳会合では、さあ、ウクライナがこのクリミア半島に対してどういうアプローチをするかであるとか、これからウクライナが戦うにあたって、みんなでどう支援していこうかっていう話をしているんですよね。で、その中にはトルコも加わっていて、その中でこういった発言が出てきました。トルコ大統領、クリミア半島返還は国際法の要請。トルコのエルドアン大統領は自国の立場を改めて表明し、トルコ政府はウクライナの領土の一体性を支持し、ロシアが2014年に行ったクリミア半島の併合に反対すると明らかにした。エルドアン氏はウクライナ首都キーウで開催された国際会議クリミアプラットフォームにビデオメッセージを寄せ、クリミア半島はウクライナに返還されなければならないと述べた。同国際会議はクリミア半島問題の平和的解決を目指して設立され、開催は今回で2回目。エルドアン氏はクリミア半島のウクライナへの返還は基本的に国際法上の要請だと述べた。まず一つ気をつけなければならないポイントなんですけれども、エルドアン大統領のこの立場表明は記事の中で改めてと書かれているように、今回が初めての発言ではありません。2014年クリミア半島を、ロシアが併合した時から、いやいやそんなんダメだよっていう話はトルコはしています。じゃあ今回なぜこれがニュースになるかっていうと、やはり現実的にまさにクリミア半島で戦闘が始まり始めているっていうところから見ても、よりこういった発言っていうのが、どっちの側にあなたは立つのっていうのを改めて問われる段階になったからこそ、こういった発言は意味があるんですよね。ゼレンスキー大統領はウクライナ領内でパルチザンの攻撃なんかも始まって、クリミア半島はウクライナに戻ってくるべきだという話をしていて、で、その話し合いの場においてエルドアン大統領が改めてロシアの併合というのはそんな認められないよっていう話をする。まさにこういった話し合いができるというのが、意味があるわけですね。で、ちなみにトルコ以外でもロシア側の国々の中にはカザフスタンはロシアと軍事同盟を結んでいるんだけれども、同じくクリミア半島のロシア併合っていうのに、認めていないし、また、ウクライナ領内に作ったロシアの傀儡政権についてもカザフスタンはこれを国家承認していません。そういった具合にして、いわゆるロシアにしてみたら賛同してほしい国っていうのは、あまり乗り気ではないっていう感じですよね。基本的にクリミア半島の併合なんかを認めているような国っていうのは、例えば北朝鮮のような、もう本当に国際社会からつまはじきにされたようなところしかないと。あとは、プーチン大統領が呼びかけた時に、これに応えてくれる国っていうのも、北朝鮮、イラン、シリアぐらいしかちょっと名前が、上がらないぐらいな感じなんですよね、今のところは。さて、そのトルコなんですけれども、ウクライナからトルコにちょっと発注されているものがあったので、これをご紹介しようかなと思います。ウクライナに引き渡されるか、次世代のコルベット一番艦、H マン・イバン・マゼーパに決定ということで、こちらはですね、トルコで建造中の新型コルベット艦、こちらがですね、完成したっぽいぞっていうニュースが流れてきております。で、ウクライナの海軍っていうのは現在のところ壊滅しておりまして、今のところほぼ戦力としては存在しない状態になっています。
これはですね、ウクライナがソ連から独立した時に、ある程度もらった艦隊っていうのがあるんですけど、もともと少なかったと。もともと少なかった上に、ウクライナは軍事予算がもともと小さい国なので、海軍をほぼほぼ維持することが不可能だったっていうような状態でした。そのために建造中の、空母っていうのもこんなもん作れねえわってなって、最終的に売り払ったりとかですね。もしくは、開戦した時に、ロシアの黒海艦隊機関、モスクワっていうのがあるんですけど、これと同型艦が一隻あったんですけれども、一隻だけだととてもじゃないけど、ロシアの黒海艦隊と戦った時に撃破されてしまうと。で、撃破されてしまうと、それはロシア側にとっての大きな、戦勝ポイントになってしまうし、プラスアルファ、一隻、これをやられてしまうと、海軍兵が大量になくなってしまうっていうのもちょっと見えていたので、港で自沈させるっていうことを行っています。これをもって、ウクライナの海軍はちょっと今壊滅状態なわけです。ただし、自分の身の丈に合った船っていうものを少し考えていたんですね。だから、モスクワ級よりもちっちゃい船っていうのを、トルコに建造を依頼していたと。全長は 99.56 メートル、排水量は2400トン。乗員は約100名で主な武装として、76ミリ単装速射砲1門、対艦ミサイル8機、股間防空用短距離対空ミサイル発射機1機、魚雷艦2機などを備えていて、船体後部にはヘリコプターの発着が可能な甲板を備えているというものです。で、問題はですね、これ、できたよと言っても、今引き渡しを受けるわけにはいかないんですよね。というのも、先ほども述べたように、一隻あるだけだと、集中攻撃を受けて結局のところ撃沈される危険性がものすごく高いっていうのもあるし、そもそも今の黒海でウクライナ海軍の兵士が訓練することがほぼ不可能なんですよね、戦闘地域だから。そのために現在発注かけているもの、こちらは戦争の開始前のものなんですけれども、今出来上がってもちょっと引き取るのは難しいっていうようなことになっていると。で、発注それ自体は以前に行ったものなので、この後1番艦に続いて2番艦の、建造も進むという話になっております。なので、なんとかどこかの時点で黒海艦隊を壊滅させるようなことができないと、これをウクライナが受け取るのはちょっと難しいなという状況ですね。でも、この話ですね、ちょっと戻ってもらうといい考えがありますよということですね。EU がウクライナ軍の大規模訓練検討へと、これを話をくっつければ、わかることは、何も黒海で訓練しなくてもいいじゃないっていう話なんですね。トルコで作ってるっていうことは、別に地中海側に船を回すことができるわけです。何しろ、黒海と地中海を隔てている、この海峡を管理しているのがトルコなので、トルコが建造した船っていうのを、ウクライナが地中海側で受け取って、地中海で訓練して、母港ですよっていう形で、戻るっていう、一応そういった手はあるんですよね。結構、訓練には1年2年かかるので、今回の戦いには間に合わないかもっていう意味では、ちょっと気の長い話ではあるんですけれども、ウクライナ海軍を再建するんだったら、そういった手もあるだろうという話でございます。さて、ここからちょっと別の種類のお話をご紹介しましょう。ロシアによるウクライナ侵略っていうのは、起こる前であれば、誰々が何々をしていたら防げたんじゃないかというお話がありました。その代表的な例として取り上げられるのが、アメリカがバイデン大統領ではなく、トランプ大統領が2期目に突入していたら、これを抑えられていたかもという話をよくされる方がいました。で、これに関して、トランプ大統領の元側近だったボルトン氏が、そういった考え方を否定するというインタビュー記事が掲載されております。ちょっとこの記事はめちゃくちゃ長い、紹介するには長いなと思うので、要点だけ少しお話しするんですけれども、もう下にぐらーっとつながるこの文章の長さと、っていう気持ちになるんですけど、ボルトン氏の曰く、
そもそもトランプ大統領は NATO っていう枠組みそれ自体について、疑問視していたと。今回の話で言えば、例えばドイツがメルケル政権時代において軍縮をどんどんと進めていて、国家予算の中に占める軍事予算の割合、GDP 比っていうのを、目標は 2% なんだけれど、明らかにお前たち全然やる気ねえだろっていう感じで減らして、1% 程度にまで抑えようとしていたっていうところから、アメリカが NATO 全体を守るような形、つまりアメリカにとってお荷物なヨーロッパっていう状態をものすごく低く評価していたと。で、そういったこともあって、もしも、トランプ大統領が2期目に突入していた場合においては、ボルトン氏曰く、トランプ大統領は NATO から、アメリカを一歩引くような形、軍事支援も考え直すよ、もしくはもうアメリカが NATO 加盟国ではなくなるよぐらいな感じでちょっと考えていたかもしれないという話をしております。で、そういったことをもしも実行していたら、当然のように NATO の求心力が下がるので、ロシアに対する威嚇、こちらの方ももっと今よりも低くなっているのが確実なので、ロシアにしてみれば、トランプ大統領が2期目に突入した方が、ヨーロッパとアメリカとの間の不和っていう、この断絶が発生することによって、むしろもっと攻撃をしやすかっただろうというのが、ボルトン氏の見方であります。なので、このあたりは、トランプ大統領が2期目に突入していたら、ロシアの侵略を防げたっていう意見は全く当たらないよというのが、トランプ大統領の側近の言葉であります。実際問題、アメリカっていうのはアメリカファーストを掲げていた関係で、アメリカの権益を脅かす中国に対しては経済的なストップはかけるんだけど、ロシアに対しては別にそんなことはなかったよっていうことから見ても、ボルトン氏の言葉っていうのはかなり当たっている可能性ありますよね。なので、バイデン大統領を批判するために、むしろトランプ大統領だったらこうなってなかったのにというふうな感じで、利用されているだけなんじゃないかというお話でございます。ちなみに今のバイデン大統領なんですけれども、ウクライナに対する軍事支援を継続的に行っていることや、NATO 加盟国との間において、少しずつ、関係改善というのを進めてきたこともあって、トランプ大統領の時よりも NATO の結束は強まっていると言われています。プラスアルファスウェーデンとフィンランドが NATO 加盟を申請して、現在のところ反対すると表明している国はないと、考えられているので、ほぼほぼ本加盟にできるだろう。つまり NATO っていうのは全体的に言えば、バイデン政権になってからの方が強力になったっていうのは一つ事実として残っております。さて、時は戻りまして、半年前の話をちょっといたしましょう。本格的な侵攻が始まったその初期においては、ロシア軍はまず首都キーウを占領してゼレンスキー政権を打倒して、政権が崩壊したのに伴って親ロシア派政権を打ち立ててロシアを傀儡政権で支配するか、もしくはそれに伴ってウクライナそのものを国家として滅亡させようとしていたんじゃないかと言われています。で、そのことが一つわかるニュースとしてちょっとご紹介しようと思います。まず初期において首都攻略をするにあたっては、首都近郊の空港に対する強襲が行われました。多くのヘリコプターが襲来して攻撃し、そしてそこに兵士を下ろして占領する。そして、首都突入を睨んで準備を進めるということが行われたんですね。で、この時の抵抗戦は基本的にはロシア軍の方が敗北に至りました。で、この時、敗北した時に様々な軍用車両や装備っていうのが現場に残されたんですけれども、その時に大量の物資の中にはですね、デモ隊を制圧するためのゴム弾のようなものや、もしくは催涙弾といったようなものがかなり含まれていたし、またパレード用とみられる、かなり清装、パレード用の軍服、礼装ですよね。
実際の戦闘用の服ではなくて、着飾るための、軍服なんかも物資としてかなり運び込まれていたというのが後になって分かったんですよね。これは取り返して残されたものの中からそんなものが残っていて、これは一体なぜここにあるかといえば、もう戦闘はさっさと終わって、この後自分たちは首都で軍事パレードを行うっていうそういったつもりだったというのが残された物資から分かるというわけですね。だからこそ最初の話に戻って、この独立記念日で、みんながパレードするときにロシア軍の兵器がいっぱいこうやって並べられたのは、そのことに対するある意味皮肉なわけですよね。最初はこういうのを望んでいたんだろうと。ロシア軍の戦車が、次々と首都キーウを行進して、ここはもうロシア軍のものだ、解放したんだというのをやりたかったんだよねというのが、ウクライナ側の皮肉としてあるわけですね。でも、もしかしたら違う世界線においては、それが成し遂げられた可能性もあるんですよね。例えば、ゼレンスキー大統領がキーウに残っていて、みんな戦おうっていうのはある意味、最後の呼びかけを行ったわけですけれども、もしもここで、さっさと逃げ出して政権が崩壊したら、兵士一人一人は戦いたいと思っているんだけれども、軍がもう機能麻痺してしまって、あっという間に首都が占領されてしまうっていう可能性もなかったわけじゃないんですよね。これは、集団としての戦う力が残っているかどうかっていうのは、これ結構大きな問題で、個人が戦いたいと思っていても、それが組織として、麻痺してしまうと、あっという間に、なんていうかな、烏合の衆になっちゃうんですよね。軍隊っていうのはそのようにして、ものすごく機能が大事なんですよね。組織として動くことが。といったわけで、このような話から、今回の軍事パレードにはロシア軍の撃破した車両が並べられるっていう、そういった皮肉が込められているんですよね。さて、ちょっとドローンの話いきましょうかね。待ってくださいね。ここ最近における話なんですけれども、クリミア半島の南端にある軍港セバスポリというところに、ロシアの黒海艦隊機関司令部があります。そこにですね、ウクライナ軍の無人飛行機、無人の、ドローンが突入して、司令部に爆破するっていうことが起こりました。爆破するといってもこれはですね、別に弾薬庫ではないので大きな爆発が起きるわけではなくて、あくまでもこの無人飛行機に乗せている量で、爆破する量っていう感じなので、大爆発というわけではありません。ただ、真っ昼間にですね、飛んできたドローンが司令部に直撃したっていうこともあって、こういった映像として残っております。で、問題はですね、このドローンなんですけれども、よいしょ。どこのドローンよっていう話ですよね。どこのドローンって、それはウクライナ軍のドローンだよっていうのは、それはそうなんですけれども、そうじゃなくて、どこの国が供与したドローンなのかっていうのが最初話題になったんですよね。クリミア半島は当然のように、今は完全にロシア側が制圧している状態です。なので、ウクライナ軍の特殊部隊やもしくはパルチザンがいるにしても、直接的に攻撃するのはすごく難しいわけです。特に、セバストポリっていうのは一番南の場所にあるので、そんな遠いところに攻撃するのをどうやるんだろうっていう話があったわけですね。そのために性能が不明なアメリカのフェニックスドローンが使われたんじゃないか、フェニックスゴーストが使われたんじゃないかなんていう話が流れたりしたんですよね。ただ、映像が残っていることもあって、まず機体の影が完全にわかる状態だったということなので、インターネット上ではこれだっていうのが見つかりました。よいしょ。それがですね、中国製のドローンで、なんていうのかちょっとわかんない。無銀5 Pro、という固定翼のドローンで、値段も、アメリカドルで$9499という、
なんとですね、インターネットで買えるそうです。マジかっていう感じですけど、まあ、つまり軍用のドローンではないんですよね。よいしょ。こちら販売サイトの、ページだったかな。最新の価格を更新する、今すぐお問い合わせで、問い合わせればサプライヤーにお問い合わせで、似たような品種もありますよ、いろいろみたいな感じでドローンが買えるっていうね。なので、かなり皮肉なことではありますが、ロシア軍の司令部を襲ったのは中国製のドローンと。いやー、なるほどね。そんな時代になったかっていう感じもしますけど。よいしょ。で、この中国製ドローンなんですけれども、メーカーの一応使用発表によると、まあ年1000機作れますよと。最高速度は150キロですよと。過半能力って、まあつまり何を運ぶかっていうのはまあお客さんの自由なので、25キロまで積めますよと。最大飛行時間は7時間ですよということなので、最高速度150キロで7時間飛ぶっていうことを考えると、まあ前線から100キロ、200キロとかだったら全然別に問題なく届くなっていうのがわかると思います。なのでクリミア半島よりも、遥か彼方から飛んできて、まあズドーンとやってもできるし、もしくはクリミア半島内で、パルチザンの人が、まあ、準備を進めて、よし飛ばそうってなれば、まあ、結構当てられるよというところですよね。まあ、ただし、25キロしか物は積めないので、爆発物25キロじゃちょっと戦争用としては、まあ、大きな打撃を与えることはできないと。でもこの場合だとですね、別に弾薬庫と違って司令部への攻撃なので、攻撃ができましたよっていうのが一つ、まあ、成果として見せられればそれで十分なんですよね。で、司令部では対空戦闘を行ったよというのを言い張ってるんですけれども、まあでもこれ別に軍事用ドローンでも何でもない、お金さえ出せば買える大型ドローンを、まあ撃墜することができずに司令部が直撃を受けたっていうことなので、まあこのあたりロシア軍にとってはかなりの恥をさらしたなっていうふうに言われております。まあ、その他ですね、ウクライナでは、このドローンをどんどんと整備しようという計画は進めていて、まあ、これだけでは話はないですよね。よいしょ、よいしょ、よいしょ。お、ペチ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 。で、ウクライナはドローン軍っていうのを、まあ、一つ、なんていうかな、空軍とは違う形で、しっかりと整備しようという構想を持っていて、まあ、その中においても、大型ドローンはトルコ製、中型小型ドローンは中国製か、もしくは、自国製造のものや、もしくはヨーロッパのものというふうに、まあ、ある程度、いろんなところから調達しているんですけれども、今のところ数として多いのは DJI っていう中国製のドローンが小型ものとしてはかなり多いというふうに言われています。なので、ウクライナのこの真ん中に立っている男性はですね、IT 担当大臣なんですけれども、この方がドローンの編成についてもかなり、力を発揮しているんだそうです。で、DJI の、まあ、小型ドローン、中型ドローンもどんどんと投入しようという話をしておりまして、実際に購入も進んでいるそうです。で、それだけではなくてですね、今、台湾からドローンというのの供給が始まっているそうです。これはですね、この現在ドローンというのが戦場で実際に使われていますよっていうのを逆に台湾としても実戦でどのくらい通用するかっていうのを試してみたいそうです。まあこれはどこの国でもそうなんですけども、やはり頭の中で考えてるきっとこうだろうっていうのが実際に戦場で通用するかどうかっていうのは話が別になることが多いんですよね。まあそのために台湾っていうのもちょっと口を出してきてますと。で、こちらが提供する予定の台湾製ドローンで、まず映像としていっぱい出てきているのは、ドローンでまず戦場まで行って、そして塹壕であったり装甲車であったり戦車なんかを、まあ、襲撃するというのが基本的なパターンです。で、その中においてもですね、今のところ小さいドローンだと1発2発みたいな感じでちょっと弾が少ないなということもあって、台湾としては、いやちょっとそれじゃあなということで、まあ多連装というか、ドラム式とでも言えばいいのかな。
中でくるくるっと回ったごとに1発、2発、3発、4発、5発という形で小さな爆弾を落とせると。で、この小さい爆弾であってもですね、装甲車や戦車の上部装甲っていうのは基本的には薄いので、上からやる分においてはこれでも破壊できるはずだというふうに考えているわけです。実際当たりどころが良ければ一発でも吹っ飛ぶっていうこともあるので、こうやって何発も何発も連発することができれば戦場で実際に役に立つだろう。で、これを実際にウクライナの戦場で試してもらえたら、台湾のドローンも進化するし、そしてウクライナ軍にしても、これは効果的だとなれば当然のように自分たちの、戦いに有利に運ぶわけですね。さて、ドローンの一発で、大きな爆発ができますよっていう背景にはですね、よいしょ。クリミア半島で軍用飛行場で大爆発が起きましたっていうこの理由なんですけれども、私は大型のミサイルが行ったんじゃないかと思っていたら、そんなことは必要ないよっていう、ツッコミが入ったので、その後なんでそうなのっていう話になった時に出てきた映像というか写真というのがこちらでございます。こちらはですね、戦闘機の真横に爆弾がいっぱい置いてありますよっていう写真なんですけれども、いや、ロシア軍ではよくあるよっていう話として回ってきたものです。他にも似たようなもので、綺麗に整頓されているんだけれども、その横には戦闘機が止まっているっていう、つまり、戦闘機を破壊しようと思って戦闘機に落とす必要はなくって、戦闘機の横に置いてある爆弾にめがけて一発でも当てたらドカン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 と、あとは大爆発が起こるっていうなるほど、これはずさんすぎるなと思うんですけれども、でもクリミア半島は今までウクライナ軍には攻撃されてないっていうか、されないだろうと思っていたからこそ、こうやって戦闘機の真横に弾薬を置いていても、これまでは問題がなかったわけです。むしろすぐに、着陸して駐機して、じゃあ次の弾をってなった時に真横にあった方がすぐに取り付けられるので、メンテナンス性というか安全性は無視してますけど、すぐに再装填して次に飛ぶっていうには良かったのかもなっていうところですよね。でも、これは明らかに危険ですよね。本当に。一発落ちればもう大爆発でしょ。だから弾薬庫を攻撃するような大型ミサイルは必要ないですよねっていう。なるほどなって思いましたね。だから私もそういった面では、弾薬庫を攻撃したからこんな大爆発が起こったんだろうと思っていたけれども、戦場の現実は、いやいや弾薬庫の外に弾薬があるんだよっていうのを教えられる写真ですよね。なかなかのもんだなと。いや、こうはやらんだろうと思うんですけど、それをやるのが、ロシア軍らしさなのかもしれないですね。よいしょ、よいしょ、よいしょ。で、似たような話なんですけれども、ロシア軍の弾薬がなんでこんなにボッカンボッカンいつも爆発するのかっていう話になった時に、戦場の近くにおいても望みする兵士たちがたくさんいるよっていうのがちょっとツッコミポイントとして上がってました。弾薬庫っていうとどうしても私はしっかりとした、空爆に耐えられるようないわゆる地下とかにせっせと溜め込むもんだろうっていう考えてたんですけど、もう実際の戦場になったらそんな施設はそもそもないので、それだったらせめてどこかの倉庫であるとか納屋であるとか小屋であるとか、そういった場所に置きてるのかななんていうのをぼんやりと思うわけなんですけど、少なくとも私が司令官だったら何とかしてそういう場所を確保しろって思うんですけど、ロシア軍はそんなもんじゃねえよっていうのがこちらの写真でございます。この中央に伸びているのが装甲車というかトラック等が走った後なんでしょうね。道ができてます。その横にあるのは全部弾薬の入った、箱ですよと。中に大砲の弾が入っているのか、それとも手榴弾が入っているのか、それはちょっとわからないですけども、この中身は全部、弾薬類のものですということで、なかなかだなと。これもやっぱりそんなに大規模な攻撃しなくてもそれは弾薬大爆発するだろうって思うのとプラスアルファ、これだったらすぐ見つかるよねっていうのも納得だなと思いますね。
なんでウクライナ軍が毎日ロシア軍の弾薬を爆発させることができるのかっていうのは、やはりこういったロシア側のあまりにもまずい、仕事ぶりとでも言えるんでしょうかね。だから基本的なそういう安全性を重視する考えがないんでしょうね。まあ、司令部からこれを持ってけと言われて分かりました、持っていきました、置いてきました。私の仕事はそこまでです。吹っ飛ぶかどうかは俺のことじゃ関係ありませんみたいな、いうとこですよね。だからこれを見ると本当に、いや、ロシア軍の兵士、これやっぱり訓練してないだろうっていう話、そうなんだろうなって思いますよね。だからこれで言うと、まず衛星写真でまず置き始めたらこれが上から見えるわけだからわかるし、まあそうじゃなくっても占領された地域で住民がいれば、あそこに弾薬の箱が山になってるわっていうのを通報したらそれでもわかるし、っていうところで、いやこれはもう吹っ飛んでも仕方ないだろうっていう思う話ですよね。まあおかげでまあロシア軍の攻勢が弱まってるっていうのもあるので、いやまあある意味本当にロシア軍っていうのは見かけ倒し的な強さですよね。例えば本格的な侵攻が始まる前、ロシア軍に対する世界的な評価っていうのはアメリカに次ぐものだと言われていました。まあ確かに物資の量であるとか兵器の数で言えば、まあアメリカに次ぐんでしょうけども、こういうのを見るとやはり兵士の質がどれだけ重要かってことですよね。こんなことやっとったらそれは吹っ飛ぶだろうっていうところですよね。この戦闘機、まあ何十億円とすると思うんですけど、その隣に弾薬を置いといて、一発爆発したらもう終了っていう世界ですからね。いや、これは、なんていうかな、ウクライナ軍としては本当確実に叩けば、それは戦果は出るよっていうところですよね。まあこういったこともあって、こう戦争がなかなかうまくいかないっていうのは、ロシア側のジレンマなんでしょうね。さて、そんなロシアの状態なんですけれども、今のロシアっていうのを考えたときに、まあ、経済制裁が行われていますよっていうこともあるんですけれども、まあ、実質的にもっと効いているのは国家による制裁とはまた別に企業による自主制裁っていうのも効いてるんじゃないかなっていうのが、こちらニューズウィークの記事でございます。もちろん金融制裁であるとかエネルギーに対する制裁なんかは、まあ、発動しているわけなんですけれども、そもそも論として企業がバババババババーっとロシアから離れてしまうと、ロシアはこれまでなんだかんだ言って欧米や日本の企業から物を買っていたんですね。まあそれは自分の国で作るよりも他の国から買った方が品質がいいであるとか値段が安いであるとか、まあそもそもロシア企業が作ったら、安かろう悪かろうになってどうしようもねえよっていうものになって、誰も買いたがらないから企業が赤字になって潰れるだけだ。そんなもんやっても意味ないだろうっていうところから、まあ日米欧の企業から物を買っていたわけです。まあ、ところが制裁がかかって企業がどんどんと離れていって、取引しませんよってなった瞬間に、物が入ってこないっていう問題が起こってるんですよね。まあそのために、国家財政としては原油であったり天然ガスを売ることによってお金は入るんだけれども、でも欲しい部品なんかは全然入ってこないよという形になってしまうので、見かけ上の黒字と実際上の経済の物流、部品の流通、製造、そういったものについては明らかに停滞が始まっているという、まあそういった記事になっております。だから経済っていうのはある程度層として分けることができるんですね。層っていうのはまあレイヤーと言えばいいのかな。いわゆる国家経済というのは潤ってます。でもその下の企業経済は明らかにおかしくなことになってますよ。そして企業の活動がおかしくなってるっていうことに伴って起こるのが軍需産業の製造、いわゆる補給ラインができてないっていう話ですよね。ここ最近ロシア軍の兵器っていうのはほぼほぼ誘導装置がない無誘導の爆弾なんかやミサイルなんかが使われることが多くなっています。これというのもそもそもそうしたものを作ろうと思った時になんだかんだ言ってアメリカのメーカーとかヨーロッパのメーカーから取り寄せていた部品で作っていたものがもう入らないんで作れませんよっていうことになっちゃってるんですよね。
まあだから見た目上、黒字だからロシアは全然痛くないやっていう人がいても、お金があっても中身がどんどんスカスカになってるよっていう全く別の面では明らかに制裁は効いてるんですよね。まあだからこそ、ロシアの経済は少なくとも未来においては発展する余地というものが全くなくなって逆行、後退している状況が始まっているわけです。まあこのあたり長くなれば長くなるほど戦争はまあロシア経済にとってダメージになるし、まあ成長もできなくなるという意味ではまあ大きなダメージになるわけですね。それに伴ってロシア国内は自給自足経済と言われるようなものになってくるので、まあ当然のように企業の競争力は弱くなって、やはり私は中国による植民地経済化っていうのが、まあ、進んでいくんじゃないかなと思っております。ようやくというか、まあこのあたりでロシアの関係の話は終わりかな。ちょっと飲み物を。ではちょっとカナムさんがコミュニティに書き込みしてくれたので、こちらの方を取り上げていきましょう。新型コロナでの死者が増えてきています。陽性の人や感染者が増えて母数が大きくなったので仕方がないことかもしれませんが、岩手でも2年で100人だったのが1月で40人も急増しました。基本的に65歳以上の基礎疾患を持つ方ばかりですが、自分や妻の、親のことを思うと下手に会いに行けません。全国的な死亡者数の増加について上川さんの感想をお聞かせ願えればと思います。また、現在の2類相当から5類にすることへの現時点でのご意見を聞きたいです。一部ツイッターでは1週間ほど入院した方々の治療費、公費負担ですが100万円を超える話が聞こえてきます。5類になると保険適用と高額医療費とでも、10万円ほど入院費がかかるので、単純に5類では国民の負担がすごいことになると思うのですが、ということですね。書き込みありがとうございます。まず新型コロナの話題で言うと、死者数の増加っていうのが始まっておりまして、今第7波ですけど、第6波における1日の死亡者数を、最大値を超えたっていうのがニュースになっております。で、これ一体なんでかっていうと、まずそもそも論としてカナブさんが書かれているように、感染者数の数で言うと、前回のものよりも今回のものの方が多いので、たとえ重症化率が下がったとしても、下がった以上に全体の母数、感染者数が増えていれば、それは亡くなる人は多いよねっていう話です。まあなので全体の感染者数が減らないことには、この死亡者数についてもそう下がるわけじゃないっていうところですね。まあなのでこれあくまでもここに書かれている、カナブさんが書かれているように、亡くなった人じゃあどのくらいの世代というか、年齢層の人が多いかというと、基本的には65歳以上の、基礎疾患を持つ方ばかりっていうのも、これも当てはまってるんですよね。で、なんでこういう話になってくるかっていうと、元々の特性として、高齢者の方の方が重症化率が高いし、死亡率についても高いっていうのが、これは今も昔も変わらない。昔って言ってもまあ、オミクロン株より前のデルタ株っていう、そこで一旦区切っても同じことなんですよね。特性としては変わらないですよと。で、プラスアルファ今問題になっているのは、愛知県の大村知事がも話をしていましたし、神奈川県の医師会なんかも発表しているんですけれども、確かに亡くなっていますよっていうのは報告するんだけれども、死亡の直接的な原因が必ずしもコロナでない人についてもコロナ死亡者としてどんどんとカウントして報告しているからこそ、残念ながらこのようにしてコロナの死亡者数がめちゃくちゃ上がってきているっていうのを指摘しています。これは一体どういうことかっていうと、65歳以上の基礎疾患を持っているような人たちっていうのは、まあ残念ながらいろんな病院で亡くなるわけです。まあ例えば癌でも亡くなるし、脳疾患で亡くなることもあれば、心疾患で亡くなることもあれば、別に他の病気でなった肺炎で亡くなることもあるわけです。で、そういった人たちが亡くなった時に調べたら、あ、これコロナ陽性が出たなということで、逆算して、これはコロナ関連死という形で、まあ、カウントされるっていうことが起こっているわけですね。まあ、そういったこともあって、必ずしもコロナで、
肺炎になって、肺炎が重篤化して亡くなりましたっていうコースで亡くなっている人が多いかというと、そういったわけではないっていうのも現場から上がってるんですよね。そのために今奇妙なことが起こっていて、デルタ株であるとか、それ以前の時にはですね、コロナに感染すると、肺炎が重篤化して、人工、呼吸が必要になって、人工呼吸がひどくなって、呼吸器をつけたんだけど、それでも無理で、さらにエクモへと進んでいくっていう、肺炎の重篤化が進行していくことによって亡くなるっていう、いわゆる一つのケースが、ある意味亡くなってしまう方の、なんていうか流れになっていたわけです。ところが現在のところですね、感染者数が多い、重症者がっていう話を、していても、それほどの数、人工呼吸器をつけていない。つまり肺炎の重篤化でっていう形で亡くなっているわけじゃないんですよね。だからこそさっきの話にもつながるんですけれども、直接的な死因が別のものっていうことが非常に多くなってきてるんですよね。だから陽性だけでコロナ死亡っていうふうに思い込んでしまうと、それ以外で亡くなっている人の数もどんどんと入ってきてるのっていうのをちょっと考慮に入れないといけないんですよね。で、2類から5類相当に変えるかどうかっていう話なんですけれども、これはもう、なんていうかな、5類相当っていう意味では5類相当にすべきだと思いますね。で、ここに書いてある、治療費100万円の話なんですけれども、どんな病気でもそうなんですけれども、治療に100万円かかりましたよってなっても、100万円を、丸々全額払えっていうことにならないのが日本の、医療保険制度で、高額治療費に対してはちゃんと上限額が決められています。なので、そのための手続きを取ってもらえれば、確か収入にはよると思うんですけど、1月あたり8万円を上限だったかな。8万円から10万円ぐらいを上限にして、ものすごい高いものになってもちゃんとそこで限界が来るので、それ以上にあなた100万円払いなさいよって言われることは、たとえ実費負担に、実費というか、保険診療になったとしてもなるわけではありません。患者はあくまでも3割負担で、その3割でも高額になった場合においては、ちゃんと上限額が決まっているので、その申請手続きを取ってもらえれば、100万円というのを、払う必要はありませんので、ここをお気をつけください。ただ、ベッドのいわゆる個室にグレードアップしてくれとか、そういうのはちょっとまた別の話になるので、ただしですね、今だと、その軽症の人も、入れないんですけど、基本的には今、重篤化かもしくは中等症まで来た人たちを優先的に入院させてるんですけども、中には初期の頃には、その、軽症で済んでいるんだけども、コロナ感染したっていうことを理由として入院させてくれっていう人も、結構いたみたいなんですよね。これは、治療費は全額公費負担っていうことが、そもそも決まっているので、入院したら入院しただけ、自分が民間保険に入っていれば、全額がそれの、なんていうか入院治療費月額1万円とかいうのを持っていれば、30日間入院していれば30万円もらえるのかみたいな、そういう、なんていうか損得感情で入院しようとする人が初期の頃にめちゃくちゃいたっていうね、そういう問題があったんですね。で、これはですね、ここ最近だと、コロナ専用の保険っていうのがあったじゃないですか。初期の頃は特に人数が少なかったっていうこともあって、保険会社が出したんですよね。で、その頃は人数が少ないっていうこともあって、保険としては一応成立していたんです。ところが今みたいにもうみんな、ほとんどの人がババーっとかかっている状況だと、この保険というのはもう明らかに保険商品としては破綻しているので、もう新規受付を停止しているんですけども、ものすごく初期においては安い掛け金でその保険に入れたので、そういうのに入れた人はもう今はもうなんていうか、ちょっとでもチャンスがあればみたいな感じで陽性反応出ないかなみたいな感じで無料検査にもガンガンかかるって言いますからね。だからお金のためにそうやって、なんとか陽性判定もらおうとする人たちが出ると、かなり歪な形にはなっております。
まあ、なので少なくともカナムさんの言われるように、たとえですね、一般の病気と同じように、保険診療になったからといって、まあ、国民負担が例えば100万円になるっていうことは基本的にはないので、そこは別に、一般の病気と同じになりますよっていうところですよね。ただし問題なのは、この治療にかかっているのは、結局のところ、たとえ上限額に引っかかったとしても、そこから上というのは全部みんなの保険内として払ったものがどんどんと切り崩されて使われているっていう状態なので、めちゃくちゃお金かかってますよっていうことで、いずれはどっかで、反動が来るわけです。その反動がどこにやってくるかっていうと、サラリーマンの、主に保険内からどんどんと取られると思ってください。国民健康保険の方もまあ当然のようにいっぱい取られていくわけなんですけれども、特にサラリーマンは徹底的に狙われてこの社会保険料を取られていきます。例えば消費税がまあ上がっていくペースよりもこの社会保険料を取っていくペースっていうのが上がりは大きいんですよね。なんでかっていうと、それは消費税の場合だと何%から何%に上がりますって言った瞬間、国民全員の話になるわけじゃないですか。ところが社会保険料の増額っていうのは、例えばサラリーマン、いわゆる天引きされて取られるので、ある意味ステルス値上げみたいなもんなんですよね。しかもニュースではほとんど取り上げられることもなく、本当にじわっと上がっていて、なんでこんなに上がってるんだろう、なんでこんなに上がってるんだと気づいている人はそれほど多くないっていうところで、まあガンガンに上げられているところなんですよね。なので今回の新型コロナのいろんなところにお金ガンガンつぎ込んだ影響っていうのは、残念ながらこの後働いている世代に対する社会保険料の増額っていう形で降りかかってくるので、まあなんとかどこかで食い止めないと、この後みんながとんでもない負担を強いられることになるというふうに私は思っています。で、まあ高齢者の人たちはそういった意味では働いているわけではないので、まあ結構そういった意味では負担の割合としては若い人の方がより厳しくまあ当たってくるっていう感じはちょっと思ってますね。よいしょよいしょ。ね、この後そういった意味では本当サラリーマンの人たちっていうのはもう徹底的に付け狙われる形になりますよね。まあもちろん自営業の人たちも国民健康保険の方でも高いお金は取られるんですけども、まあ普段からある程度自分たちで払わざるを得ない人たちと、天引きされているから気づかずにどんどんと上げられている人たちっていうのはちょっと違いますからね。で、そういう風なこともあって、収入、例えば額面で給料として、まあ会社が払っているお金が変わっていなかったとしても、取られる分、天引きされるお金が増えることによって手取り収入が減っていくっていう現象が、まあ起こるんですよね。この20年とか30年起こっていることっていうのは、まあ結構それ大きいんですよね。少子高齢化の影響によって、高齢者の人たちは1割負担ですよっていう、まあ保険料の中でどんどんと人数が増えていくので、社会保障費は増えていきます。で、その社会保障費をなんとか維持しようと思った場合においては、まあ現役世代の人たちの社会保険料をどんどんと上げようっていう形になっているので、たとえ会社が払う給料が変わらなくても、社会保険料はガンガン上がってくるので、あれ、自分は1年経って、なんか収入というか手取り、なんか自由に使えるお金減ってるなっていう、まあそういった現象が起こるんですよね。まあなので、だからこそと言えばいいのかな。どこかでこの、もうとにかくお金をガンガンと使いましょうぜっていう政策については改めてもらわないと、まあ国民経済の方がもう大ダメージを受けちゃうっていうね。まあそういったところはちょっと考えてほしいなと。だから感染者数がめちゃくちゃ増えてきてますよっていう時に誰に、なんとか、まあなんていうか感染をしないように気をつけてくださいねって言うんだったら、やっぱりリスクの高い人たちに向けて、まあなんとか、まあ出歩くのを少なめにするように頑張ってくださいっていうのがいいと思うんですよね。働いてる世代に対して、例えばお店を閉めてくださいっていうのは、まあ実際のところそんなに意味はなくって、何しろこの人たちはかかっても9割方の人たちが無症状で終わるっていうことを考えると、
かかった後に重症化する確率の高い人たちに対して、なんとかインターネットで、食料品を購入するための勉強会とか、そういうのも、なるべくすることによって、外に出歩くのをちょっと減らしてくださいとかね、家の中で運動するためのプログラムを提供しますとか、そういった話を進めた方が、よほどいいんじゃないかなと思いますけどね。さて、日本の話題もちょっとしましょうというわけで、一応ってひどいなって思いますけど。さて、統一教会の話で、私は基本的にこの統一教会の話で動画一本作って、皆さんにお話ししたんですけど、まず、宗教が政治に関わりたいと思うんだったら、もう政治結社というふうな扱いを、考えて、例えば、寄付に対する優遇税制、無課税ですよっていうことに関してのその特権は排除しましょうというようなお話をしました。で、それに関して言うと、ここ最近は統一教会が悪いんだっていう話を、まず徹底的にされているわけですけど、まさにそれはその通りで、まず統一教会と政治との関係をみんな断ってくださいっていうのを私はまず第一原則にすべきだと思います。で、そうするための一つ正当な理由をつけるためには、やはり統一教会っていうのを宗教法人の資格を、やっぱり資格剥奪するか、もしくは管理団体というか監視対象として指定して、まともな宗教団体じゃないよという、お墨付きを与える必要があると思います。何もない状態で、特定の宗教団体との関係を断ちなさいというと、法律上もきっと問題があると思うので、やはりそうやって、ここの宗教団体には問題がありますよっていう、まず反抗を押して、その上で、だから、関係を断ちますよっていう、形式を整えるべきだと思います。で、今後のために考えるべきなのは、そのように、まず、どの宗教団体がおかしいかっていうのはちゃんと厳密に見ましょうね。そして、いろんなシステムを見直すべきだと思います。例えば、宗教法人として認めるんであっても、非課税の団体として認めるかどうかは、また別の段階ですよっていうふうにして、まず段階方式を取ると。で、その上で、先ほども述べたような非課税の対象になるような行動を取ったら速やかに、まず非課税団体に落とす。そしてそれが宗教団体としてふさわしくないっていうことが分かれば、宗教法人としても解散命令を出す資格を剥奪っていう、ここはちゃんとね、ルール作りを進めていかないと今後のためにならないと思いますよね。で、私から見ると統一教会や創価学会、その他、幸福の科学であるとか、エホバの証人、物見の塔とか、そういったものっていうのはまさに、私から見れば別にほとんど一緒同じようなもので、何か、なんていうか、創価学会がなんか古典宗教とかいい宗教とかちょっと私には思えないんですよね。で、いい悪いだけで判断してはいけないので、さっき言ったような判断基準としてはやはり法律に違反していないかどうかっていうのと、政治に影響力を及ぼそうとしているんじゃないかなっていうところで私は判定をすべきだと思っています。で、このニュースを紹介するんですけれども、旧統一教会宗教一般と区別をというのを山口公明代表、が喋ってるんですけれども、私から見たら創価学会も別に統一教会と、同じ穴の無地なですよ。同じジャンルですよって私は思ってるので、なんでここでいきなり宗教と一般区別を、あなた方の母体である創価学会も、本来であれば宗教と関わるべきではないですよって私は思ってるんですよね。だから公明党がこうやってこういう話をするのは、明らかに自分たちがあたかも何も問題もない団体でっていう意味では、本当何言ってんだっていうふうに思うんですよね。私はもう単純に政治家っていうか、政治っていうのは宗教とある程度一線を引いて、距離を取るべきだと思います。で、それはですね、古典的な宗教団体である、例えば神道系であるとか仏教系、キリスト教系、ユダヤ教、ヒンドゥー教、イスラム教、様々古典宗教あるわけですけども、それであっても新興宗教と区別せずに、そもそも政治と関わるなっていうのが私の考え方です。政治は政治、宗教は宗教で、別に私はいいと思うんです。で、憲法において信教の自由というのは認められているので、何を信じるか、それは別に皆さんのご自由ですよと。
でも、犯罪はダメですよっていうのは、この大原則をとって、政治にあなたたちが何か関わろうとするのも、これまた違う話ですよっていう、またここも一線を引くべきだと思いますね。公明党のように明らかに創価学会とべったりくっついている政党がこういった問題に対して何か言う資格があるのかっていうと、私はあんまないと思いますね。パチッと。次の国内の話いきましょう。岸田首相、原発の新増設の検討を指示。正式決定なら国策の大転換。岸田首相は原発の新増設について検討を進める考えを示した。脱炭素の実現について議論するグリーントランスフォーメーション実行会議で表明した。実際に新増設する政府方針が決まれば、2011年の東京電力福島第一原発事故以来の大きな政策転換となるというニュースでございます。これとってもちっちゃいニュース記事なんですけれども、この検討っていうのが本当に実際に行われて検討の結果として原発っていうのを新設もしくは増設するとなれば、これはものすごい大きなニュースです。現段階においてこれだけ小さい理由っていうのは、これまで岸田総理がですね、検討するっていうのを連発しすぎて、検討するイコール棚上げなのかなっていうこのイメージがちょっとつきすぎてるんですよね。検討するだけで決定するではないので、ここは本当に重要なところで、だからこそ検討するって言ってるだけじゃ記事は小さいと。そこが本当に、私としてはイラッとするっていうか、本当に煮え切らない態度にもやもやするんですよね。全体方針として、まず政府としては、新増設を、できることならする。でも、できるかどうかを今から検討するとかね。いわゆる何を大前提にしてるのかっていうのを見せてくれないと、検討するっていうだけだと、大丈夫かっていうふうに思っちゃうんですよね。本当に今、ちょっとコメントでも皆さん書いてありますけど、検討士からの脱却っていうのが本当に問題ですよね。この検討士って言われてるここからね、なんとか脱却して、この方向で行くぞって言った後で、じゃあそれをどう実現するかに取り組みますって言ってくれたら、それは全然いいんですよ。でも、検討しますって言われた瞬間、それが何のための検討なのかわからないんですよね。やらないための検討かもしれないなと思うし、もしかしたら結論を出さないで、でもやってますよっていう、仕事してますよアピールだけなのかもしれないとかね。ほんともやもやさせられるんですよね。孫行さん、目指せ検討士。なかなか殺すようで戦うタイプですよね。水雷町さん、原発増設して電気を作ろう、電気自動車に使おうっていう話ですね。1093特急さん、言うだけ詐欺。これね、ほんとね、いや、まだやるよとは言ってないんですよ。これが厄介なことに。検討しますよっていうのは多分嘘じゃないと思うんですよ。ねえ、そこがまた、もやっとポイントですよ。検討するって言って実際に検討したらそれは確かにやってるんですよ。だから、検討してないだろうとは言えないですよね、こっちとしては。検討するって言っただけですから、その結果どうなるかは、それは検討してみないと分かりませんかって言われたら、こっちはちょっとグーの音も出ないんですけどね。ここはまたきつい話で。何にしてもですね、これからの時代っていうのもありますけれども、天然ガスや石油、こうした電力を作るのに使うエネルギー源の価格が高騰して、高止まりするっていうのもありますし、今後入手するのにも争奪戦が起こるだろうと言われている状況にあっては、やっぱり原発っていうのをどこまできっちり使っていくかっていうのはものすごく重要なんですよね。しかも日本には、東日本大震災の後、この大震災を教訓にして、改修工事をやってきたっていう事実があるので、これに基づいて、改修工事が終わったもの、体制を立て直したものについては、やはり使っていきますよっていうのが大事だと思います。なぜならば、使わなくても原発っていうのはものすごい保守点検や、維持メンテナンス費用がものすごくかかっているので、何にも動かさないっていう状態っていうのは、とにかく赤字垂れ流しの状態なんですよね。
使ってこそ意味があると。特に改修工事にもどのくらいも何千億円とそれぞれかけてるような原発があっちこっちにある状態でこれを動かさずに終わるっていうのは本当にお金の無駄遣い以外の何者でもないですからね。だから原発っていうのを改修工事が終わったものから順次再稼働を進めていって、で、足りない分をどうするかっていう、そこの部分について検討するべきなんですよね。使えるものを使わずに、そして電力不足がやってきて、冬に大停電が発生しましたなんてなったら、こんなの夏の頃にはもうすでに分かってただろうって今から言える話ですからね。で、実際春の段階で、今年の冬はもうやばいですっていうのを、省庁の方で出てますからね。だから分かってた話なんですよね。だからそういった意味では現実な案として原発をどう使っていくかっていう、そして今後新しく作るかどうかっていうのもやっぱり検討すべき話なんですよね。特に日本には原発の技術者が今いるわけなので、小型のなるべくリスクを小さくとどめるような形での新型の原発っていうのを作れる技術があるわけです。で、古くなった原発っていうのはどうしても設計がかなり古いものが多いので、これらを廃炉にしてその分安全性が高いものに切り替えていくっていうのは私は全然悪いことじゃないと思いますね。で、そうやってる間に原発っていうのが結局40年から50年ぐらいは使うだろうっていうのが今の感じになってきているので、で、今から新しく作って50年経ったらおそらくはその頃には核融合発電っていうのがある程度目処が立っていると思うので、その頃には原発をある程度全廃する決断ができるんじゃないかなと思いますね。で、現在のところ原発っていうのは次のものができたらいずれやめるぐらいな感じで、使っていけばいいと思いますね。何もこれを200年先、300年先も使うっていうものじゃないとは思うので、このあたりはエネルギー政策っていうのは未来を考えると、今は原発を使う。そして未来においては違うものに切り替えていくための科学技術への投資をしようっていうところで、私は結構大丈夫だと思っています。なので、中にはこの原発を永遠に使い続けるのかっていうふうに、批判する人がいるわけですけど、人類の科学力っていうのは基本的には伸びると思うので、そういった意味ではそこまで巨大なリスクはこの先ないんじゃないかなと思いますね。よいしょ。というわけで、皆さんからの書き込みとしては、カナムさんのお話をちょっと取り上げまして、で、今日のお話としては、ウクライナ情勢についてのお話をしてまいりました。ウクライナは、8月24日独立記念日、これはソ連からの独立記念日だったわけですけれども、今後はいかにしてロシア勢力圏下から逃れて EU、NATO 側へと入っていくかというのが、ここから先の大きなウクライナの運命の分かれ道というところですよね。そして、戦争っていうのがまさに今、戦争は膠着している状態ですが、その占領下においては悲劇が今でも発生しております。子供たちは連れ去られていくし、その占領地域においては強制徴用といったものが行われていて、ロシア本国内における兵士がうまく調達できないっていう問題が今ロシアにはあるので、ウクライナ領内でロシア軍が男を捕まえてきて無理やり戦場に引っ張ってくるっていう、こういった事件は多発しているそうです。で、それに伴って親が連れて行かれて亡くなったりなんかすると、子供は子供でロシア本国へと引っ張られていって、そして養子に出されていくというような問題も発生しております。これに対してアメリカは今晩おそらく最大規模の軍事支援パッケージを発表すると思います。というのが一応発表されていますね。その内容以下によっては少しずつではありますが、着実にウクライナ軍の戦力っていうのは増強されていくので、より戦線のその前線においては、やはりロシア軍と互角の戦いができるし、場所によっては優勢に出てくる場面っていうのが発生するだろうと。少なくとも今は戦線の状況としてはほとんど動かなくなったという状況なので、この状況っていうのはどれだけ軍事支援がウクライナに入るか、そこにかかっているわけですね。そして、ロシア軍にはもう本当に、もうそれはダメだろう的なことがたくさん起こっているっていう話もいたしました。
戦闘機のそばに弾薬を置いていて、そのために爆弾1個落ちてくるだけで大爆発をするっていうことが起こってますよと。そういったこともあって、ウクライナとしては IT 大臣を中心としてドローン団体を結成し、これを強化しようという動きが出ております。そのためには中国製のドローンも大量に持ってきているし、またヨーロッパやアメリカ製のドローンについても購入するというような話があって、ちょっとした隠れ話としては、台湾なんかからもそうしたドローンが購入というか、こちらは多分供与だと思うんですが、供与されてくるだろうというところですね。こちらはそうした、供与される予定の台湾ドローン、弾を何発もポロポロと落として、攻撃をするというものですね。こんな風にして戦いは進んでいくだろうという意味で、ちょっと言ってなかったことがあったかなというわけで、話がこぼれていた部分で、すっかり忘れていた。すっかり忘れていたな。よいしょ。私のチャンネルでは何度かお話をしているんですけれども、ウクライナ南部ヘルソン州においては、ロシア軍を鳥かごの中に閉じ込めるというような罠を仕掛けております。それはドニエプル川という大きな川では、橋が3つしかない。橋が3つしかない中において、この3つの橋すべてについて攻撃を行って、車両が通れないようにすること。それによってドニエプル川を渡ったロシア軍の部隊は補給が非常に厳しいという状況になっております。そのためにウクライナ軍としては、無理やり進軍するよりも、補給を断った状態でボコボコ叩く方が、かなり効率的な戦いができるという状況になっておりまして、そんな状態の時にも、また何度目かはわからないんですけれど、橋に対する攻撃を行って大成功というニュースが流れております。今回はですね、橋の上にどうも軍用車両がいたらしくてですね、かつてないほど大きな炎が上がったということになっております。で、ロシア軍の方としてはですね、橋が使えないんだったらということで、現在、渡し船というものを使って、行き来をしている状態です。で、この渡し船っていうのは当然のようにものすごく効率が悪いものなので、もういっそのこと浮き橋をつなげて一つの橋のようにしようか、なんていう話がロシア軍側では出ているそうです。でもそうするとですね、浮き橋をつなげて橋にしてしまうと、今度はそこが固定された場所になるので、ハイマースによる攻撃を受けたらもうボッコボコになって、もう使い物にならんだろうと思うんですけどね。でも、そんなことは考えないのがロシアかなっていうのがちょっとミソかなと。ツッコミが入ることが前提なんだけれども、それでもやるのがロシア軍っていう意味では、少なくとも私の考える強い軍隊ではないっていうのは間違いなくそうだなっていうのを本当に毎日のように思いますよね。もうね、本当これですよ。これですよ。いや、これ、なんでこれがいいと思ってるのかちょっとわからんですよね。本当に。メガドラさん、一つ提案ですが、全国の高校でドローン部なるものを推進して、NHK にロボコンならぬドロコンを企画するような圧力をかけるのはどうでしょうか。今、ロボコンは年によっては、ロボットとドローンをなんかくっつけたようなものとかも結構あるので、確かにそういうのもパターンとしてはあるかもしれないですね。早川ひかるさん、川上から異物流してやればいいと私は思う。このドニエプル川の上流って言えばいいのかな。ダムになってるんですね。ノーバカカフフカという場所が、水力発電所のダムになっていて、そこでちょっと一旦区切られるので、上流から流してもそこのダムで一応せき止められるので、下流の方の橋にはちょっと物が届かないかなと思いますね。そういったこともありますが。よいしょ。ちょっとそれじゃあチャットの方で皆さんの書き込みを戻っていきましょうかね。私が話しているときはもうほとんどチャットの方見えてないこともありますのでご了承ください。総雲教さん、連れ去られていった子供が養子になるならいいんだけど、ほにゃほにゃ売られるかもしれない。それは、なんていうかな、あるかもしれないけどないとも言えない恐ろしいところですよね。
まあ中国だったら多分養子じゃない方向で、まあ闇に葬り去られる危険性高いですよね。まあロシアだとそういうのがあるのかどうかちょっとわからないですけども、まあ何しろ内臓を持っていかれる話っていうのは結局のところお金なんですよね。中国の場合だとそれが中国共産党の地方の役人たちとブローカーが裏でつながっていて、まあ売買した時に裏金として役人にもある程度渡されて、まあおめこぼしですよね。そういった犯罪行為を行われているんだけれども、まあ実際自分のところにもお金が回ってくるから、まあ見ないでおこうみたいな形にして、まあ成り立ってるんですよね。まあロシアでそういった流れができていたとしたら、そういった展開も十分あるところでございます。こたつねこさん。プーチンの側近の娘が反プーチン派に暗殺されても、ウクライナ軍のせいにする幼稚なロシア国防省。ありますね、これ。これね、ロシア国内では、ウクライナ側の工作員がロシアに入ってきて、事件を起こして、もう他の国へと脱出したんだっていうふうに報道してるんですけれども、今のところその犯人とされている人の、例えば、パスポートの映像なんかがテレビで放送されたんだけども、インターネット上ではみんなが寄ってたかって調べたら、これフォトショップで修正したやつじゃんって突っ込まれているので、まあ一般の人は気づかないんですよ。一般の人は気づかないんだけど、インターネット上ではまあそのようにして、ロシアが出した証拠っていうのが、おいおいこれ、もうなんていうか、もろバレのすんごい捏造の証拠じゃんっていう風に突っ込まれているので、かなり怪しさ満点でございます。竹尾鈴木さん、お久しぶりのライブです。次世代の原発は良いと思います。仕事につながるし、脱炭素にもなるし、将来に税金かけるよりマシです。私も全くそのように思います。現在の、原発を使い続けるよりも、基本的には次世代の原発を建てて、そして今ある原発については廃炉にしていくっていうのが、まあ、お仕事ができるし、技術も開発できて、そして、他の国にも売り出すことができるので、まあ、基本的にビジネスにもしっかりとなる。しかも、プラスアルファとして、まあ、次世代の原発の方が基本的には設計が新しいものなので安全性は高い。そして、原発が増えると脱炭素にもなるということもあるので、まあ、将来に税金をかけるよりは断然マシだと私も思います。まあ、特に今のように太陽光パネルの発電っていうのは、まあ、天気が悪かったらもう発電できないっていう最大の弱点をまあ一切考慮していない状態で発電コストが安くなったっていうので、まあ実際にはそれをバックアップするための火力発電が割を食ってるだけですからね。原発をどれだけ高めるかっていうのは結構重要な問題だと私は思っております。よいしょ。ほい。今日のところはこの辺りにいたしましょうかね。というわけで、本日2022年8月24日の生放送はこの辺りでお開きといたそうと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回は動画か生放送か、本当にまあどっちか、もう自分の中で全然決まっていないフラフラした状態ですが、まあ生放送を行うにしても、まあ、事前の予告っていうのは本当に直前になってから行うので、気づいた人が来てくれればそれでいいかなと思っております。で、見終わったらまた評価ボタンのクリック、ぜひともよろしくお願いします。それでは、今晩はここまでといたします。皆さん、おやすみなさい。またね。